皆さんこんにちは。レイテノールの土橋です。ちょっと前のことになりますけれども、24時間テレビで日本テレビの三浦アナウンサーみとちゃんがマラソンを走ったじゃないですか。同じぽっちゃり系で食べるの大好きで、もうすごい好きなんです。彼女がマラソン完走できて社長賞をもらうことになったらしいんですね。100万円の。それの使い道を何に使いますかって聞かれて、毎日一生懸命練習してたらシミができちゃったからレーザーでシミを取りたいっていう風に言ったんですよね。それを聞いて結構すごいびっくりしたんですね。それでそのことをちらっとブログに書いたんです。すごいショックだったと。何がショックだっていうと、テレビに出てる人たちって美容に詳しいから知ってると思ったんですよね。日光でできたシミにはレーザーで取ってはいけないっていうことを知らないのかなって思って、あざとかほくろとかは取りたければもうレーザーでしか取れないです。日光でできたシミはレーザー当てちゃダメです。同じ場所に1年後か2年後、早ければ半年で前よりも一回りか二回り大きくなって、さらに前よりも少し色が濃くなって必ず出現します。でまた取るじゃないですか。また取ったらまた同じ場所に前よりもさらに大きくなって、ちょっとまた形もいびつになって、そして前よりも濃くなってまた出てきます。で3回か4回やってるうちにもう取るのがめんどくさくなってくるし、どんどんシミも大きくなってくるし、そこで私たちのエステサロンに来る方とかも多いんですけど、そうなってくると手つかずの時だったら簡単に、取れたって言っちゃいけないのかもしれないんですけど、本当に綺麗になるんですねのものが、本当に取れなくなってしまいます。薄くならなくなっちゃう。これは肌のねメカニズムによるものなんです。で、私も昔ね美容の仕事する前は自分の肌が汚かったから本当に綺麗になりたくって、もういろんなものを雑誌を見て、芸能人の人が綺麗な人が勧めてるもの、 CM のもの、テレビ通販、ネット通販みたいなのありますよね。テレビショッピングか、そういうものとかを鵜呑みにして、もう手当たり次第買ってたんですね。でも一向に綺麗にならない。これは結局肌のメカニズムによって綺麗になっていく、そういうメカニズムのことって実は薬事法で逆に言えないんですよね。言っちゃいけない言葉って結構いっぱいあって、今も特に厳しくって、その化粧品メーカーの人がこれこういうことでシミが薄くなりますよとかも言っちゃいけないし、ビフォーアフターも出しちゃいけなかったりとかで、エステサロンもそういう薬事に引っかかるようなことを持ってお客様にアピールしちゃいけないっていう、そういうのが逆に本当のことが言えないんですね。だから本当のことが皆さん知らないまま CM とか広告とか本とか、雑誌、それから今だったら、インスタとかもそうかもしれないんだけど、裏に必ずお金を出してる人たちがいますよね。そのお金の出してる人たちの都合のいいことしか言えなかったり、本当のことは言いたいんだけど言えない。で、本当のことを知ってる人たちだけがどんどん綺麗になっていって、皆さんは搾取されるだけなんですっていうことに気がついたんですね。なのでこれは私はホームページで文言で言っちゃいけないですよとかっていう風に言われるかもしれないけど、一個人の見解として言うだけの話で、ただ知ってることを教えたいなっていう風に思いました。皆さんシミってどうやってできるか分かりますかね。これちょっとね見てほしいものがあるんですけど、じゃん、これが肌の断面図になります。皮膚ってサランラップ1枚ぐらいなんですけど、ここがかっちり2層に分かれていますね。全く別なものなんですね、表皮と真皮っていうのが。で、この表皮とか真皮とかっていうお話をするのも実は化粧品会社とかでは言っちゃいけないことになっているんです。薬事に引っかかるんです。でも本当のことだから仕方ないですね。これは勉強だと思ってください。この下にちっちゃいプツプツが並んでますね。このちっちゃいプツプツはね、細胞です。基底細胞って言って細胞の赤ちゃん、この赤ちゃんがびっちり並んでて、この赤ちゃんが細胞分裂して上に上がってきて角質層になって、
赤となって剥がれ落ちるっていうのがこの細胞の一生ですね。ターンオーバーって言います。若い時には28日とか30日周期、こういうふうに生まれ変わるんで、どんどん生まれ変わっていくのがこの細胞なんですね。その細胞が何かの刺激ですね、代表的なもの紫外線ですけど、刺激を浴びると下の組織を守ろうと思って、下の組織っていうのはもっと深いところにあるからターンオーバーも遅いし年単位でかかるし、そこの組織を守ろうとしてこの黒い顆粒みたいなのこう色素をバッと出すんですね。守ろうとしてるんです。細胞を、下の神秘層を黒い傘を差してると思ってくださいね。バッと黒い傘を差す。でこの顆粒を放出するんですね。若い時だったら紫外線の脅威がなくなったらその傘を閉じるんですけど、だんだんとターンオーバーが年齢とともに遅れてきたり、いろんなもう要素があるんですけど、化粧品の中にいっぱい入っている化学物質だとか石油系の合成化学物質だとか、そういうもの全部刺激になるから、肌にそういう刺激でもってそのターンオーバーの能力が衰えてくると、なんか傘を閉じれなくなるというかですね、そしてそのまま沈着していく。でターンオーバーが正常にいけば、いつかはこの顆粒も外に出ていく、で排出されてなくなっていくはずで、どんどん薄くなっていくから、若い時の日焼けの跡とか水着の跡とかも秋になればなくなってましたよね。でだんだんそれがなくならなくなっていくんですけど、このシミの色素を追い出したいのには3つの方法があります。まずはシミの色素を作らせないようにするためっていう予防美白っていう美白がありますね。これはシミができちゃってからでは遅いです。シミできる前に予防する。それからできちゃったシミの色素を少し還元していくっていう、漂白って言ったら言い過ぎですけど、還元美白っていう還元する成分っていうのがあるんですね。それともう一つは代謝をどんどん促進させて、新陳代謝を促進させて、細胞分裂を促進させて押し出していく。これが、代謝美白で、この3つどれをやるかですね、もしくは全部やるか。うちのお店ではこれを3つ全部やります。エステサロンではこれができます。でも皆さんはなかなか難しい場合はもう最初から予防しておく。あとはできてたシミの色素を還元していくのはビタミン C とかあるんですけど、いかにそれを効かせるかっていうことです。化粧品でそれが実はできます。やり方さえちゃんとやればできます。でもレーザーはどうやってシミをなくしていくかっていうと、排出でもなく還元でもなく予防美白でもなく、メラノサイトから出るメラニンを破壊します。破壊されたら死にますよね。そしたらその残骸をこう食べて、もしもし食べる、細胞っていうのも人間の体の中にはいて、専門用語でマクロファージっていうんですけど、そのマクロファージの色素が食べられていってなくなるんですけども、全然やり方が違うんですよね。あざとかほくろとかはもうずっと深いところにあるから、そこまで化粧品が届かないし、ターンオーバーの範疇にないんですね。だからやっつけるんだったらそれでやっつけるんですけども、ターンオーバーするその表皮の中にあるんであれば、そういうことをしないで一番健康的に細胞分裂を促進させて新陳代謝を上げて、そしてシミの色素を還元しつつ薄くしながらどんどんと吐き出していくっていうのが、実は一番時間はかかります。一瞬ではできませんけど、結果的に一番綺麗になるんです。一生それを繰り返していくと一生シミはできないんです。シミは年を取ったからできるっていうものじゃなくて、今言ったメカニズムにのっとってできるものであって、年を取ってもシミがない人はいます。何回かそういうレーザーをバンバン当てて、その細胞の組織を、その周りの組織も一緒に壊しちゃいますよね。だから普通の組織じゃなくなってくるんですね。そうなってくると、そのさっき言った正常な循環、代謝っていうものもそこだけ崩れていって、やっぱり取れなくなっていくから、レーザー何回も当てちゃったのかって私たちは聞いたらね、ちょっとこれはもしかしたら無理かもしれませんねっていうことに、なるんですけど、まず手つかずでいらしてくだされば綺麗になるのはすごく洗いざらしの白いシャツみたいに綺麗になります。でこれが私は自分で見たことと勉強してきたことを、これは実際本当のことです。
どれを信じるかっていうのは皆さんにお任せしますけど、手っ取り早くね消しちゃいたいっていう気持ちもわかるけれども、後悔先に立たずだから、この動画を見た方は何かのご縁と思ってちょっと頭に片隅に置いておいてください。ということで、何でもご質問ありましたら聞いてくださいね。はい、ではまた。